武井さん、こうやって畑を見させていただくと、だいぶアーティチョークのこの花の姿というか、パッと見させていただいて、いろんなアーティチョークの種類ですかね、これがあるように見えるんですけども、これいろいろ植えられてるんですか？全体で、はい、ここに9種類の一応アーティチョークはあるんですよ。はい、9種類。アーティチョークってそうだ、三森さん、何ですか？アーティチョークがはい。なんではい。いろんな種類があるかっていうの知ってるよね。ご存知ですか？なんで？なんか前に来た時にも葉っぱが違うのがすぐ隣に植わってて、あれって言って武井さんに聞いたんですよね。武井さん、これだけ葉っぱが違うんですけど、これ何ですか？これね、アーティチョーク。これもこれもアーティチョーク。でも全然違うじゃないですか、これ。でもね、前に来た時にも葉っぱが違うのがすぐ隣に植わってて、あれって言って武井さんに聞いたんですよね。そうしたら、なんと、突然変異？合ってますか？もうダメですね。ダメですか？ダメです。じゃあ、今日からレポーターは私でお届けします。アーティチョークって、一つの種の中からはいいろんな種類が入っちゃってるんですよ。なるほど。だから初めてアーティチョークを作った時に、はい、イタリアの種を1袋買って、はい、苗100本作って、はい、その中からランダムに20本苗を選んで植えたら、その中から7種類ぐらいのアーティチョークが出てきちゃう。だからアーティチョークだけでなくて、はい、西洋野菜の種っていうのは、日本の種みたいに、はい、意外にこう固定化されてなくて、もうランダムなんですね。でそれによって分かったのが、はい、日本でもいろんな品種が作れるじゃんっていうことが分かったので、だからうちは、例えばフランスで修行していたシェフが北と南でも使ってる品種が違うし、はい、イタリアでも同じことが言えて、北と南で、はい、だからいろんなシェフのご要望に対応しようと思って、はい、いろんなアーティチョークを作ってる感じです。なるほどですね。よろしくお願いします。もっとダメでちゃんと復習しておかないと。動画見直しておきます。はい。それはね、この週末畑.com の、はい、過去の動画を見ると、なるほど、すべて書いてあります。はい、言ってます。私も復習していきます。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はこちら。何やってんねん。